不動産屋さんの怪談です。これは30代後半の主婦の方からいただいた体験談です。その方をお仮にみえさんとしておきます。彼女がまだ20代半ばぐらいの時、職場に近い大阪の箕面市でアパートを探していました。まだ働き出したばかりの頃のみえさんでしたから、とにかく安いところを見つけてもらいたかったそうです。そして地元の不動産屋が初期費用がたったの5万円で入居できる部屋を探してくれました。そこは M 駅の近くで市民プールの真ん前のアパートで、みえさんはやったと思い即契約することにしました。その仲介に入った不動産屋さんの社長さんは親切で良い人だったのですが、担当の営業マンがいい加減な人だったので、契約書もみえさんの家のポストに投函するだけで何の説明もなかったそうです。ですから後でエアコンがないことにも気がつき、冬に雪が降ると暖を取るのも苦労したと言っていました。それでもみえさんは職場に便利だったのと、とりあえず入居してから何事もなかったので、しばらく住んでいました。古いモルタル2階建ての2階の一番奥の角部屋がみえさんの部屋でしたが、1階はすべて空室で、2階も隣は空室。一つ飛んでその先の角部屋にも誰も住んでいなかったそうです。つまりみえさんの部屋を入れて8部屋中2部屋しか埋まっていなかったということです。みえさんともう一つの部屋の住人ですが、めったに会うことがなく、挨拶もろくにしていませんでした。さてみえさんは住み出してすぐおかしなことに気がつきました。2部屋しか埋まっていないのに、夜になると全部の部屋に明かりがついたそうです。管理会社が防犯のため毎晩明かりをつけに来ているのか、自動的に空室につくような照明のタイマーでもセットしているのかとも思いましたが、手間や電気代を考えてもそれは不自然でした。防犯なら外廊下の電気で十分なはずでした。ですからみえさんは毎晩気味が悪かったそうです。何かわからないのですが、まがまがしい負のエネルギーのようなものを感じて怖かったと言っていました。みえさんはどうにかしてこのおかしな現象の原因がわからないものかとずっと思っていました。そこでみえさんは古くからのご近所で事情通の人を探して、その方に思い切って聞いてみたそうです。まずなぜ夜になると全室に明かりがつくのかを聞いたところ、そのご近所さんは開口一番、あなた、あそこに住んでいたら死ぬよ、と言いました。みえさんはその言葉に唖然としました。そして、あなたの部屋はどこ？というので、2階の角部屋です、と恐る恐る答えると、その人の顔がみるみる厳しくなっていきました。そしてみえさんにこんな話をしてくれたそうです。その時から遡ることを7、8年前、みえさんの部屋にあたる2階の角部屋とその隣の部屋の住人同士が喧嘩になったということでした。何が原因かは分かりませんでしたが、とにかく最初は小さな口喧嘩、そして小競り合いとなり、どんどんエスカレートしていったそうです。そしてついにその角部屋と隣の住人同士の殺し合いにまで発展したようなのです。ようなのですと曖昧な表現ですが、それには理由がありました。ある真夜中、それは深夜3時頃でした。アパートの中で突然男性のギャーという悲鳴が聞こえたそうです。それも一人ではなく二人の悲鳴で、その悲鳴に続いてという女の甲高い笑い声が響き渡ったということでした。それで驚いたアパートや近隣の住人たちが、バカ騒ぎをしている連中か争いごとになっているのだと思い、警察を呼んだそうです。そして警察が駆けつけると、角部屋には誰もいなかったのですが、その隣の部屋に男性2人の遺体がありました。その男性2人の体は切り傷だらけで、どうやら2人でお互いを切りつけ合ったようでした。おそらく角部屋の住人が刃物を持って隣に乗り込んでいって、相手も応戦したのだろうということでした。ところが通報では、
女の甲高い笑い声がしたという証言が複数あったのですが、そんな女性は見当たらず、また調べても女性がいたような痕跡もなかったそうなのです。指紋はその男性2人のものだけで、第三者のものは出てこなかったということでした。そしてもっと不思議なことに、その亡くなった2人の男性は確かに切り傷だらけでしたが、それが死因ではなかったそうなのです。なぜ亡くなっていたかが原因不明で変死になるのですが、結局2人とも心不全ということになりました。ですから殺人事件として表には出ませんでした。もちろん噂や憶測も含まれると思いますが、ただ2人の男性の悲鳴と女性の笑い声がしたというのは、たくさんの証言が取れていることだそうです。それを聞いて美恵さんは愕然としました。美恵さんはすぐ引っ越したかったのですが、次のアパートを見つけないとならないし、仕事は行かなくてはならないしで、その後2ヶ月住むことになってしまいました。そしてこの事件の話を聞いたからなのか、さらにおかしなことが起きてきたというのです。ですからその2ヶ月間は恐怖だったそうです。深夜2時になると、美恵さんは頻繁に金縛りになりました。すると必ずアパートの外階段を登ってくるハイヒールのカツンカツンという音がしてきました。そしてその靴音は2階の踊り場を歩く音に変わり、一部屋ずつドアをノックし、最後に美恵さんのドアをノックすると、しばらく立ち止まり、そしてまた靴音を響かせながら帰っていくのだそうです。そのハイヒールの靴音が階段を降りて聞こえなくなるまで、美恵さんは体を動かすことができませんでした。美恵さんは新居が見つかると逃げるように退去したのですが、この話には後日談がありました。その数年後、美恵さんは転職して不動産屋に勤めることになり、箕面市の顧客から偶然あることを聞きました。それは以前住んでいたアパートの土地ですが、そこはもともと祠があったそうで、土地の所有者が何もせずに取り壊して、その上にアパートを建ててしまったということでした。美恵さんはそのお客さんに、あんたそこに住んでてよく生きてたな、と冗談交じりに言われたそうです。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。